静かだわ。それにさっきの収容所よりすごく寒い。この収容所のファントムたちはまだ凍結状態にあるのかもしれない。今のうちに手持ちの ID カードでドアが開けられるか試してみます。やっぱりダメか。ここを抜けるには新しいカードが必要みたい。おっとっと、冒険者の皆さん、第3の試練の場へようこそ。出たわね、オルト。待たせちゃったかな。ごめん。いろいろと忙しくて。次は入り口に案内用 NPC を置いておくようにするよ。出てくるたびに僕たちをおちょくって正々堂々出てきて勝負しろ。そうしたいのは山々だけど、君たちを訪ねるにはもう少し時間がかかるんだ。あら、随分と余裕がないみたいね。悪巧みで手一杯なら私たちがお手伝いしましょうか。さて、この収容所を突破するためのミッションについて説明するよ。それは困っている人を助けよう。困っている人？この収容所の中にはファントムしかいないはずじゃ。それはどうかな。よく耳を澄ましてみて。助けて助けて。このケージの中のどれか一つに ID カードを持った研究員が閉じ込められている。ケージの中は人にとって適切な温度とは言えないから、早くしないと寒さで凍えちゃうかも。なんですって。やっぱりヒーローは人助けができなきゃね。では諸君、健闘を祈る。研究員さん、居場所がわかるように声か音を出してください。ここよ、誰か。周りのケージからも音がし始めた。まずいわね。私たちの気配に反応して他のファントムたちも活動し始めたのかもしれない。このケージの壁はかなり分厚い。声が聞こえるということは研究員はそれほど遠くにはいないはず。急いで見つけ出しましょう。この音、どう考えても人間が出せる音じゃない。もしかしてファントムが内側から体当たりしているの？そのようだね。ケージがところどころ変形し始めている。飛び出してくるのも時間の問題だろう。じゃあファントムが出てくる前にケージを開けて先制攻撃を仕掛けましょう。明暗だ。じゃあエペル君、君が扉を開けてくれるかい？私はここで獲物が飛び出してくる瞬間を待たせてもらうよ。任せてください。はあ。かじりつくなんて。それな。いいよ。はいはい、お助けするよ。かっこいいとこ見せちゃいますか。こんなもんかな。楽しもうよ。はい、いいよ。邪魔してやる。目が覚めた。いいんじゃない。足音は禁物さ。こんなもんかな。見かけより甘くなかったかな。二人ともお疲れ様。悪くない連携だったわよ。我々が先制できたのはエペル君が一撃で扉を開けてくれたおかげだね。ケージが壊れかけていたせいもあると思いますけど、うまくいってよかったです。でも余計な時間が取られちゃった。早く研究員さんの入ったケージを見つけないと。ええ、おしゃべりをしている時間はないわ。
気を取り直して先に進もう。あのケージすごい勢いで動いてる。おーらら、随分と元気がいいファントムだね。いつ飛び出してきてもおかしくない。監督生が狙われたら厄介だし、早めに対処しましょう。ならケージを破壊する役目は私が引き受けるよ。わかった。エペル、迎撃の準備はいい？はい、いつでも行けます。頼もしいね。それでは狩りを始めるとしよう。かじりつくなんて。オッケー。いいよ。手応え十分。いいことしていっ準備はいいよ。大丈夫？エペル君に狩りを教えよう。はい、ルーク先輩。ああ、高ぶってきた。そら。いいチョイスよ。つまらない人。落ち着いて。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。最初からファントムしか入ってないのは分かってたけど、無駄な戦闘をさせられた感じがしちゃいます。おやおや、何を落ち込む必要があるんだい？私たちの力を合わせて当面の危機を退けた。喜ばしいことじゃないか。でもやっぱり外れは素直に喜べないかな。そうね。時間の面でも魔力残量の面でもできるだけ無駄はなくしたい。というわけでおしゃべりはおしまい。さあ次に行きましょう。すごい！あんな頑丈なケージに一撃で穴を開けるなんて。これぐらいどうってことないわ。でもおかしいですね。これまでは扉が開くと同時にファントムが飛び出してきたのに、もしかして空っぽだったかな。僕中を見てきます。待つんだエペル君。暗がりで見えづらいだろうけど、よく目を凝らしてごらん。目を？ファントムがもぞもぞ動いてる。ビルが放った魔法の衝撃で動きが鈍っているようだ。さあ今のうちに畳みかけよう。はい。俺のかっこいいとこ拡散してね。あるねあるね。はいはい、お助けするよ。油断はしないよ。やりすぎない程度にね。ビシッと決めるよ。足音は禁物さ。大丈夫？エペル君に狩りを教えよう。はい、ルーク先輩。ああ、高ぶってきた。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。外れだったようね。はい、残念です。でも今回の戦闘は我々が優位に立てた。さすがだよロワ・ドゥ・ポワゾン。いいえ、今回の私のやり方は握手だった。中にいたのが研究員だったら怪我をさせていたかもしれないわ。でも慎重になりすぎると時間もかかるし、ファントムに先手を取られかねない。悩ましいところね。大丈夫です。もしもの時は僕がユニーク魔法でみんなを守ってみせますから。
張り切るのは結構だけど成功率はまだ 3,4 割なんでしょ。それに切り札は本当にいざという時のために取っておくものよ。さあ次のケージへ急ぎましょう。助けて。寒い。今の声は研究員さん、そこにいらっしゃるのですか？はい、ここです。早く開けて。早く。扉からなるだけ離れて身を伏せていて。行くわよ。はっ。大丈夫ですか？やっと出られた。このケージ内に充満した正気は。私、自由よ。エペル下がりなさい。それは研究員じゃないファントムよ。俺のかっこいいとこ拡散してね。あるね。オッケー。はいはい、お助けするよ。油断はしないよ。お、いい感じ。次のは映えるよ。足音は禁物さ。もう十分でしょ。バイバイ。やっと自由になれたと思ったのに。ID カードを落とした？あのファントム、人の言葉を喋ってた。研究員のふりをして僕たちをおびき寄せてたってこと？まさか言葉を話すファントムがいるなんて。生体模写などを行い、獲物をおびき寄せる獣や鳥はたくさんいる。それにファントムとはもともと実力ある魔法師から派生した存在だろう。高い知能を有していても何ら不思議ではない。お金。階層が深いほど危険なファントムが収容されている。なるほどね。目的の ID カードは手に入った。すぐにこの収容所から出ましょう。入り口からかなり下ってきたはずだけど、どんどん気温が下がるわね。冷気が足元から吹き上げてくる。洋服を着ていてもちょっと寒いかな。分厚い毛皮を着ているんだから、私たちよりは寒さに強いはず。心配はいらないわ。あんたがそんな不安そうな顔をしてたら、グリムも出てきたくなくなるわよ。まず、寒さに縮こまって丸くなった背筋を伸ばす。あんたはオンボロ寮の監督生でしょ。堂々となさい。地震？階段から落ちる。違う、これは地震じゃない。この音は全力でかかってきなさい。はい、オッケー。はいはい、お助けするよ。目が覚めた。お、いい感じ。見せてあげるよ。
真剣に考えた？やらしてやる。つまらない。いいね。始めようか。どうする？優雅さが足りないね。いいか。いいんじゃない？足音は禁物さ。力任せ。手応えどうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。なんだ、あの山見てった岩のバケモン。まさかあれが原初のファントム。管制室でステュークスのスタッフに聞いた特徴と一致している。あれはおそらく岩のファントムタイタンズアースだ。足止めするわ。氷を、怪物の足を凍らせてしまいなさい。はっ！ビルさんの魔法があった簡単に破られるんずな。ひとまず撤退よ。マップではこの先に雷帝の槍の格納庫がある。ウィー、しんがりは私が務めよう。みんな格納庫へ急ぐんだ。あった、格納庫はここよ。監督生、ルークさん、早く。すごい揺れだ。タイタンがドアに体当たりしてんのか。やばい、このままじゃドアが破られちまう。雷帝の槍はどこだい？今探してる。A16 の壁面にある操作パネルを。どこかで何かが開いた音がしたね。あれはこれが雷帝の槍。てげえ、コッタビルさんの背よりもでったらやり通せばいいんず。考えてる暇はない。とにかく起動するわよ。コード北のマキア、緊急レベル A の突発重大事案発生と認定。全魔導回路を開放。充電率 100%、 雷帝の槍起動します。すごい。槍にみなぎる魔力で全身がビリビリとしびれるようだ。操縦者の指紋登録を行います。パネルに手を触れてください。ビルさん早く、もうドアが破られちまう。分かってる。操縦者の登録完了。安全装置のロックを解除。照準サポートモードにて起動します。重い。魔法で浮かせて。タイタンが格納庫に入ってきた。魔法で操縦しようとしても槍から放たれるパワーが大きすぎて安定しない。私とエペルと監督生で本体を支える。ルーク、照準はあんたが定めて。ウィー、狩人として失敗はできないね。いざタイタン狩りだ。俺のかっこいいとこ拡散してね。ナイス。始めようか。こんなもんかな。逃げ切れるとだ。どうしてやろそうれな。かしら。はいはい、お助けするよ。つまらない。お、いい感じ。おっと、
どうする？そうする。やましてよ。落ち着いて。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。やった！タイタンを吹き飛ばしてタルタロスの穴に落としてやったぞ。勝った。私たち勝ったの？そうだとも。私たちの勝利だ。やった！雷帝の槍のバッテリー残量が低下しています。残り 10% です。充電ステーションに設置してください。1回使うともうローバッテリーになるのね。燃費が悪いこと。あれだけ強烈な一撃を放つんだ。それも致し方なしさ。この先どこで充電できるかわからない。ここでしっかりチャージしておかなくちゃ。おや、タイマーが表示されたね。これは残りの充電時間か。もう急いでるのに。しかし先ほどのタイタンへの一撃、手応えが浅かった。あの一撃で仕留められたとは思えない。ええ、私もそう考えていたところよ。ステュークスのスタッフが言っていたように、雷帝の槍なしにはタイタンに太刀打ちできない。充電時間を待つのはもどかしいけど、この槍なしに先に進むのは危険すぎる。私たちも今までの戦いで消耗しているし、充電が終わるまでここで休憩を取りましょう。トランシーバーで他のチームがどこまで移動しているのかの確認も取っておきたいね。今の音は何？まさか他のファントムが近くに？僕のお腹の音です。はあ？なんて音？信じられない。またタイタンが襲ってきたのかと思ったわよ。すいません。何よ3人ともニヤニヤして。なんでもないよ。ビルはやっぱりビルだなと思っただけさ。どうやらこの格納庫には食料も保存してあるようだ。拝借してエペル君のお腹のタイタンを沈めようじゃないか。